こんにちは。今日はロルバーンのリングいろいろあるけど結局どれがいいんっていう話をしたいなと思っています。このチャンネルではトラベラーズノートやロルバーン、ほぼ日手帳など手帳ノートに関する動画、文房具に関する動画を上げています。よければチャンネル登録よろしくお願いします。では、本題の方行ってみよう。チャプターつけてます。一応今ロルバーンのねリングってこの純正のね金属製のダブルリングっていうのがもともとついてますよね。でいろんなね動画見られてる方はご存知かと思いますが、こういうカール・ジムキさんから出てるルーズリングっていうアイテムでカスタムしたり、あるいは無印で出てるリフィルノートっていうもののリングをカスタムして、こちらに付け替えて使ってる方なんかもいらっしゃると思います。一応ね、私もその王道をとりあえず全部試してみて、どれが誰に向いてるかっていうところをちょっとお話しできたらなと思ってます。でまずはこの純正ですね。この純正のリングっていうの、本当に見栄えも良くて、こうやってね開いた時に全くガタガタしにくいこの作りっていうのもすごくいいなと思います。これねやっぱりなんていうの、返した時にフラットにかけるっていうのが、この純正金属リングのすごくいいところかなと思ってます。でね、このもともとついてる純正リングっていうのは裏表紙のページね、1枚めくったここをねこういうアイテムで開くことで紙を付け替えることが可能になります。よいしょ、試しにやってみようか。こういう感じすごい手間取っちゃった。で、こうやって表紙から抜いていってあげることで中の紙を捨てたりとか、あるいは少しだけ加えたりみたいなことも可能になります。でこれ付け替えた後は指でこうやってここの穴の部分を締めてあげると、また元のようにリングノートとして使えるというものになります。でもちろんこのね紙を差し替えたりする時にこのリングよいしょ開け閉めするのいいんですけど、毎回このね金属を開けて閉じてっていうのを繰り返しているとですね、このリングのねこの形がだんだんちょっといびつになってくるんです。上手にね付け替えできる方はそんなことないかもしれないんですけど、ちょっと私みたいなね今日雑なタイプだとここのねリングの形がだんだん悪くなってきて、ちょっと付け外しにくくなってきたりとか、あとはページちょっとめくる時にねなんとなく気になってきたりみたいなことがあるかなと思います。なので皆さんこのリング部分をカスタムして紙の抜き差しっていうのをしやすくしてるんですよね。でそのパターンっていうのが2つあります。それがこのルーズリングとリフィルノートの本体、無印のやつねって感じなんですよ。まずルーズリングの方から見ていきたいと思います。ルーズリングはこちらですってね、このカール・ジムキさんから出てるアイテムなんですけど、こういうね長いプラスチックのリングが入ってます。でこれどこででもハサミで切れるので、自分の使いたいこのリングノートに合わせてこのリングを好きなサイズでカットして使っていくというものになります。でサイズはこの1センチサイズと私が使ってる 1.4 センチサイズ、この2種類があります。ロルバーンの L サイズで使うのであれば、私はこの 1.4 センチサイズがおすすめで、ダイアリーは全部入れるとかなりぎゅうぎゅうでちょっと使いにくいと思います。 1.4 センチサイズでも。なのでこのルーズリングの 1.4 に入れる場合はダイアリーから少し紙を抜いたぐらいの量になると思っていただければいいかなと思います。で1センチサイズはね本当に薄く使いたい人に対しておすすめなサイズ感になると思います。
でね、このルーズリングどういう風に開け閉めするかっていうのをちょっと見せたいと思います。ルーズリングね、こういう付属のオプションアイテムがあります。セットで売ってるものもあれば、別で買わなきゃいけないパターンのやつもあったと思います。でね、このルーズリングってここの真ん中のところをこの金具でビーッと通してあげると一気にオープンできるというものです。でこれで簡単に紙も差し替えられるよっていう作りになってます。で閉じる時は多分ね、こうやって一応こうピピピピピって閉じれますよっていう感じなんだけど、結構綺麗に一気に止められる時もあれば、さっきみたいにね1個だけピッて残ってる場合もあるので、そういう時は手で止めてあげるっていう感じです。ちなみにね、これ別にあってもなくても正直いいです。外したければ自分の手でこうやってピッピッピッって1個ずつ外してあげることも可能なので、これなしでも使うことはできます。あると楽っていうぐらいですかね。でこのルーズリングのいいところ、こんな風に手軽にね付け外しができるので、ロールバーンを紙を差し替えながらちょっとシステム手帳っぽく使えるっていう良さがあります。でただちょっとデメリットもあって、ここね見てもらうと分かると思うんですけど、これ止めてるのね、こういう突起を一つ一つはめることで止まってるんですけど、この突起部分がねやっぱりどうしても折れやすいです。ここ今折れてます。でこれね結構それなりの頻度で付け外ししてると割とここ折れてくるので、あくまでこれって消耗品なんだっていう風に思っていただければいいかなと思います。でね、これね、1個外れてるぐらいだったら、大して気にならないのでそのまま使っていただけるかなと思うんですけど、これがねちょっとある程度増えてくると、この紙のねめくる時にねちょっとここのズレにね紙が引っかかりやすくなって、ページのめくりがちょっとストレス感じるようになると思います。そしたらやっぱリング替え時かなっていうところですね。で一応このルーズリングってね、この背のところに1本棒が通っています。なのですごく神経質な方は折りたたんだ時に若干ここのねもっこり感というか段差感気になる人もいるかもしれません。私はね正直この 1.4 センチの方って割と紙のね量が増えるのでそんなに気にならず、金属製よりはもちろんね純正よりは若干フラット感は損なわれるんですけど、それでもまだまだフラットだなと思える感覚でこのルーズリング使うことができています。なのでまずこのちょっとシステム手帳っぽく紙を差し替えたいんだよねって思ってる人は、このルーズリングの 1.4 センチから試してみるのがおすすめです。もっと薄く使いたい方は1でいいと思うんですけどね。でちょっとね良くないなって思うところは、このちょっと金具のね金具っていうかここが取れやすいということと、この突起が折れやすいということと、色はね白と黒しかないんですよ。なのでちょっとデザイン的に選択肢が減ってしまうなっていう部分と、やっぱり純正のリングとね比べるとこのちょっと結構ごつさが出るというか、ちょっとこのプラスチックのチャチさみたいなところが出てくるので、少し見栄えのねイメージが変わってくる、おもちゃっぽくなるみたいなところがちょっと好き嫌いが分かれるところかなと思ってます。はい、で次がこの無印のリフィルノートのリングを使うパターンですね。よいしょ。これリフィルノート本体クラフト拍子っていう無印で普通に売ってるやつになります。でこれね普通に売ってるのは A5 サイズと A4 だっけな B5 だっけな、これともう一つ大きいサイズっていうのが、売られてます。でもともと売ってるサイズがA5なので、ロールバーンで使おうと思うとこのリングをね2つ落とすっていう処理をしてあげないといけないっていうのが、このリフィルリングの特徴かなと思います。でいいところはね、
とっても差し替えがしやすいっていうことなんです。これね、ここに隙間あると思うんですけど、この上下にねピッて引っ張るだけで一気に開いてくれるし、閉じる時もすぐこうピッと閉じやすい、かつこういう開け方なので金具がここは折れるみたいなことがほとんどないです。それがこの無印のリングを使う最も大きいメリットだと思います。で、デメリットもあって、デメリットはね、このリングサイズがそんなに大きくないんです。ルーズリングの1センチよりも大きく、ルーズリングの 1.4 センチよりも小さいぐらいのこのサイズ感なんで、紙をたくさん挟みたいとか厚みが出やすい人はちょっと物足りないかなっていうところが一つ。それからもう一つはですね、結構ここ棒がねしっかりしているので、折り返して使った時にですね、若干そのルーズリングよりもなおこの盛り上がり感を感じる仕様かなと思っています。これはねちょっとより気になる人は気になるかもって感じ。私は正直ちょっと気になる、私レベルでもちょっと気になるかなって感じ。ルーズリングは全然気にならないぐらいの範囲です、個人的にね。でもう一個ちょっとって思うのが、このね金具のね噛み方がこういう感じで金具噛んでるんですよ。なのでここの先の部分にね若干こう紙が引っかかってめくりがねちょっと悪くなる時もあると思います。紙をたくさん挟みすぎてる人はそれなりやすいと思います。ちょっと挟みきれなくてね、このリングがちょい離れた状態になってるとすごいこう引っかかりを感じるようになると思う。なのであんまりたくさん紙を挟めないっていうのもこのリングを使うことの特徴かな。でこれが一番使う時に気をつけてほしいなって思うことなんですけど、さっき最初に言った通り2個リングを落とさないといけないんですけど、これねニッパーでこの間に通ってる鉄の棒をバチンって落とす感じになるんですよ。でもちろんそれでニッパーで切るので、ここがかなり金属がこう頭が出ちゃうような形になるので、そこをちょっと処理するのがめんどいっていうのがあります。私はここをニッパーで切った後に100均のねこのレジンネイルなんですけど、これのジェル用のネイルで頭の部分を留めてます。このマニキュアみたいなのをここに頭のね飛び出るところにつけて UV レジンで固めて留めてるっていう感じにしてます。ここ留めてあげないと中の鉄の棒がねストーンって落ちちゃって、このリフィルリングのこの一番の良さであるねこの差し替えのしやすさっていうのが全く無意味なものになっちゃうので、この処理自体は絶対やってあげないといけないんですよね。これができなくなっちゃうのでこの鉄の棒が飛び出ないように止めるっていう処理は必ずやってあげないと、ちょっとその日常仕様に向かないっていうところがあるかなと思います。このリフィルノートの最大のデメリットというか、留意点はそこになりますかね。でこのリフィルノートの方はこの黒のねリングでクラフト表紙のものと、半透明のリングで半透明の表紙っていうものが販売しています。1個ねどんぐらいだったかな、250円とかぐらいで買えたはずなので、お手軽ではあるんだけど、結局この処理してあげないといけないことを考えるとルーズリングのねこの1袋買うのとあんまり変わんないぐらいの価格感に費用感になるかなと思います。ルーズリングはねこの大きいセットの6本入りで多分660円とかそんぐらいだったような気がしてます。でそれぞれね結構その良いとこ悪いとこっていうのがあると思うんですけど、差し替えされない方はマジでこの純正リングが一番使いやすいです。もう年に1回最後捨てる時にしか飽きませんっていう方はもう絶対純正リングで使った方がいいと思います。
でちょっと紙を差し替えたいとか、システム手帳的にこう必要な月だけ入れておきたいみたいな人は、もうこのルーズリングがおすすめです。でね、シーインとかでも結構この1センチのね、こっちのこれと同じようなリングでもっとカラフルな色のもの売ってるんですけど、使い心地はね全然変わんないんだけど、ここの中の突起部分がねめちゃくちゃシーンのやつ折れやすいのですよ、ここ。なので費用的にはあんまり変わんない、消耗度が早いので費用的には正直ルーズリング買った方がいいかなって思うんですけど、ただカラーバリエーションはそのシーインとかアリエクで売ってるやつの方がすごく多いので、カラーなものが欲しい方はそっちを見ていただくのがいいのかなと思います。で無印のねリフィルのノートのリングの方は、無印良品でいつでも買えるので、ぜひちょっとそれ見て試してもらえればいいかなと思います。手軽さで言えばやっぱりルーズリングかなと思います。はい、というわけでね、今日はルーズリングのこの結局どれがいいんだ問題みたいな、話をしてみました。もちろんそれぞれのこう欲しい容量だったりとか差し替えの頻度によってベストなものっていうのは変わってくると思うので、これらのポイントをチェックしながら自分に向いているものを選んでいただければいいのかなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。